ひき肉 M サイズの豚バラと目玉焼きトッピングになります。すげえ。じゃあね。します。ペペロンシャリベースコロッケトッピングになります。うわ、美味しそう。サラリーマンやってて何を思ったのか会社を辞めていきなり子供がまだ幼い血のみぐろの時に独立しちゃってやり始めた商売です。これはソース用なんですか？そうです。はい、ソースを仕込んでいくところなんですけど、2種類のソース今作ってるんですよ。もともとうちはブラックペッパーを主体とした味なんですけれども、他社さんの場合はホワイトペッパーを主体としています。それぞれのファンのお客様に対していろんな味付けとか調整があるもんですから、私自身も長い間にいろいろと当然そういうソースも作れるようになっちゃったんですよ。この際だからもう45年もやってる商売なもんですから、集大成として皆さんに食べ比べをしてもらってあんかけスパゲッティの良さを見てもらいたいなと思っています。ソースはどういった具材を作ってどのぐらい煮込まれて作られてますか？玉ねぎ、じゃがいも、人参、トマト、牛肉、塩コショウ、グルソですね。でそれを鍋に入れてミートソースを作るような感覚なんですが、あんかけソースの場合は煮込むんじゃなくて煮込み焼き上げるっていうか、中に入れて200度以上でだいたい2日から3日ぐらい作るんですけど、その中には焦がしていけない時もあるもんですから気を使いますよね。30分40分かけてからかき混ぜて火を止めて、でまたかき混ぜて火を止めてという作業を繰り返しながら2日から3日間で、それによっては焼き上げれば焼き上げるほどコクのある味になってきますね。こっちはどっちかというとスパイスを効かしたブラックペッパー、ピリッとくるやつ。こっちはホワイトペッパー、香り高い胡椒を使っております。結構こっちのソースはもともとのあんかけそうです。ソース。それを僕自身がいろいろと研究してみて、こんなもんかなこんなもんかなと思って試してたんですけど、今まで出すことをやめてたんですよ。この前イベントがあって、名古屋市内には100店舗以上のあんかけスパゲッティの専門店があるわけじゃないですか。同業他社さんは一生懸命やってるって、でそれでこの味おいしいっていうことで一生懸命やってるんならば、だったら同業他社さんと一緒になってこういう味を傾向がありますよっていうことを比較の対象にして取り上げた方がもっといいのになと思ってテレビ局さんに伝えたところ、面白い提案ですねって言ってテレビ局さんが探したところが豊橋のチャオさんであったり、同業店の話なもんですからもう盛り上がっちゃってるんですよ。もうライバルとの垣根なんて全然ないですよ。とにかくね、楽しくて楽しくて仕方ないというか、でいろんなお客さんが来るじゃないですか。どんな感想を述べるかなっていうような
のものすごい聞きたくてね、お客さんの中ではいろんな推しの店もあるけれども、これは良かったと、一度は食べてみたかったんだとっていうような話をいただいて、僕の中では葛藤が出てきちゃって、もうこれはもうはっきりと抑えきれないから、もう最後は最後、この70になって初めて挑戦してみるのも面白いかなと思って作り出したんですよ。なるほど。はい、自分の記憶が取れるね。片栗です。僕はもうとにかく脱サラでやっとった時に横井さんだとかチャオさんだとか食べに行きますよね。どの味も好きなんですよ。いろんなあんかけスパゲティ屋さんを回ってほんで食べてきて、こういう味が主流なんだなという。でそれでちょっと挑戦してみた。全部自己流なんで知らずに入った世界ですからね。見ように生まれて覚えてきたのとちょっと違うんですけどね、考え方も全然違うんですよ。どっちかというと香り高いおとなしめの香辛料がホワイトペッパーであれば、こっちはガツンとくるブラックペッパーなんです。収穫の時期によって辛さは全然違うもんなんで、もうそれで味の味覚味変があるんだなというのが驚きですよね。でその味によってお客様のその好き嫌いっていうのがはっきりしちゃうんですよね。ご夫婦でもう来るじゃないですか。ご主人はどっちかというとお酒が好きなもんですから、どっちかというとこの味っていうのが僕に好みだなっていうのは分かるんですけれども、女性の方はちょっと辛すぎるなっていう人もいて、でその時に結局ホワイトペッパーを勧めると、結構この味私向きかもっていう、そういうような感じですね。いろんなあんかけスパゲティ屋さんが一生懸命頑張ってくれるというか、僕はもうどっちかというと一つの店にこだわらずいろんな店を食べ歩いてもらって、それで広がっていけばいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。みんな一生懸命頑張ってますからね。うちにいる17年勤務のパートさんがいるんですけど、今までこれでずーっと食べてたんですよ。これを開発して食べたところ、私こっちの方が好きかもって、じゃあ彼女が美味しいっていうことはこれはいけるかなと思って。なるほど。それも販売のきっかけなんですよ。だからもううちはパートさんに助けてもらってるんですよ。麺から中のグルテンちょっと出てっちゃうんで、だからなるべくよいしょよいしょかき混ぜる。あんまりかきが混ぜないのもダメです。何歳の頃から勤務されてるんですか32でこっちに行きまして、はい、7年ぐらいですね。そうなんですね。マスターに誘っていただいて、それからこっちに最初は池下の方でやっておりまして、店長をやっていただいて。それで集めてまたお湯をしてるっていう感じです。冷たい水で冷やされるんですか？そうですね。シャワーをちょっと今度そこから冷たくし麺をちょっと早めに締めやすくしますね。こうやって下から熱いところをこうやって下から上っていう感じで何回か水を流しますので、お湯冷えるまで。パスタのこだわりとかってありますか？
パスタでこだわってるのはやっぱりそのもちもち感が出るスパゲッティでないと困るっていうのがありますから、どこのあんかけスパゲッティ屋さんでもやはり2社3社ぐらいのところで絞っては使ってみえるし、それぞれのそのメーカーさんによっていい味は出してますよね。お昼の方が多いんですか？うん、そうです。11時半から12時半ぐらいですよね。そこがすごいピークっていうか、まあそうです。一気にお客さんが入って。そうなんですね。これはね、新作を作る。新作あんかけパスタコロッケ。コロッケの中にあんかけソースが入ってる。そうです。あんかけって一体どういう食べ物なのと、どんなものって言った時に、はい。名古屋へ来て初めて分かる食べ物しかないじゃないですか。それってやっぱりどんな味なのかと興味持たないですよね。そういう人たちにも手軽に歩いて食べれるものを作ったらどうだという形で一応考えたんです。ソースとスパゲッティを食べて歩けるっていうのは無理じゃないですか。どんなに考えても何をどうやったらそのスパゲッティを食べれるかと。でスパゲッティイコールパスタなんですよ。パスタだったらマカロニもあるしペンネもあるし、じゃあソースをその中に流し込んじゃえばいいじゃないかって考えたのが始まりなんです。今日が初めてです、発売するのが。お客さんがどういうふうに思うか分かりません。そこで買って歩いて食べながらあんかけの味を知ってもらえばいいよねっていう、そんな考えでちょっとやりました。僕やったのはみんな思いつきなんです。思いつきで会社を辞めてパッと思いつきでスパゲティやって、そんな人生なんです。でも面白いですよね。うちはセントラルキッチンって言ったら大げさやけど、ほとんどホテル並みの設備っていうか、メーカーさんが一応用意してきるっていうものを、これプラストチラーという機械なんですよ。急速冷凍も、ほんで真空機械もあるし、これが出てあれば何でもできるかなって。でほとんどうちで作ってるとんかつだとかチキンカツとかそういったものは全てこのプラストチラーのおかげで 95% が全部手作りだから、ちょっと手間かかるんですけどね、今回考えたあんかけパスタですね。ペンネとコーンとチーズで、それにソースをかけ、本来なら固まらダメですよね。それを何とかして商品化できる方法ないかなと思ったら、もう凍らせるしかないんですよ。よし、その後パン粉をつけて揚げるんです。そう、ソースが油とかに流れ出ないんですね。それが一番の問題なんです。そこを結局クリアして初めてコロッケなんです。凍らせなくてはいけないし、流れちゃうし、崩れちゃうので、大きいですね。大きいけどこれで食べ応えがある。だからあんかけスパゲッティってどういう味って、これって面白いよねっていうふうに感じていただいたら、その人たちはあんかけの世界にはまっちゃう。試しにこういうものを考えて、当たるか当たらないかは分かりませんよ。僕は今まであんかけスパゲッティずーっと45年やってきて、なんかの形でちょっと自分の思ったことを行動に移して、ほんでそれを商品化できればいいかなといろいろと考えてやってますけど。しますよね。
バッタンかな。スパ茹で上がるといつもこうやって掃除するんですか？そうですね。毎回ちょっと掃除してます。スパゲッティのはい。水分をちょっと飛び散ったりしてなかなか取れないんです。カビの原因にもありますし。で毎回やってます。去年の10月25日に、はい、今まで駐車場を7台借りてたところがあったんですよ、はい、すぐここから20メートル行ったところにね、7台駐車場あるもんで安心して見えてる方が多かったんですよね、はい、いきなり去年の12月25日に解約になってしまって、はい、この場所で結局営業するためにはどうしたらいいかということを、下手すると店がなくなってしまうんじゃないかなという危機感を覚えまして、駐車場どこですかと聞かれてもいいように、僕がコインパーキングとかそういったものをご案内するようにするために、毎日店に出てくるようになりました。なるほどなるほど。実際にはもう引退しとるもんだから、そうはいかなくなったもんですから、いきなりちょっと忙しくなったっていうのがありまして、スタッフ5人いつもやってるんですけども、安心して食べていただくためにはやっぱりもうちょっと人数増やした方がいいかなっていうこともあります。特にうちみたいなところは表通りから3本奥に入った一方通行で住宅街になりますので、もうここへ来させるっていうのはもう一生に1回あるかどうか、道に迷って入り込むような店なもんですからね、安心して食べていただくためには迅速な対応、丁寧な対応、サラリーマンとかそういった人なんかはお忙しなもんですから、早く食べて早く帰るということで、コインパーキングの止められたお客様も会社から10分、うちから10分とかいうぐらいの距離ぐらいで来られるとしたら、食事時間は40分だろうと。で40分の中にオーダーを聞いて調理をして食べていただいて、ちょっと談笑して帰っていただくのがそれぐらいになるようにするためには、やっぱり回転率っていうのが必要になってくるものですから、多少人を多めに使ってやった方がお客様も安心するからと。やはりそれなりに細かいところまで目が届かないとがっかりされたらお客様に気の毒じゃないですか。最大の来店数ってどのぐらいですか？300人ぐらいは来ましたね。 PS ゴールドっていう番組で紹介された時に、豊橋茶オさんとイタリアンと一緒になって、その前がね、ソウルさんが県民賞に出た時、あれはソウルさんの番組なんですけど、240人ぐらい来たかな。でうちなんて大体キャパ知れてるもんですから、せいぜいできても3回転半とか4回転ぐらいがベストだと思ってますからね。一元さんであっても他にもいろんな店があるのに、でその中から大事な自分のお金を出して食べるわけじゃないですか。冒険ですよね。それに対して一応うちの店を食べに来てくれたっていうことは、きり言って一人一人が感謝ですよね。
皆さん作ったって。はい、伊藤君実験台。熱々のスパゲッティ90度ぐらいでも全然いいんですけどね、空気に触れると温度が下がるんですよね。出来上がった時に90度ぐらいでお出しするとお客さんのところに着くのが大体70度かそこそこ。スパゲッティの場合はやっぱり空気に触れると冷めやすいものですから、どうしても冷めないように工夫する必要があって、どうしても温度管理っていうのは必要ですよね。出てきたのに冷たかったりするとソース自体もなんか美味しさを感じなくなりますので、やっぱり出した時に熱々の温度で食べれるようにするようには気をつけておりますね。はい、これ温める。こちらのブラックペッパーでホワイトペッパーで。はい、ベーコンエッグです。さっきよく来られてるって聞いたんですけど、どのぐらい前から来られてるんですか？親子3代で来とるもんで、記憶ない時ぐらいだから、俺最初に来始めたことって覚えないんですよ。胡椒が効いとるからすごい満足感が多いんですよこれ、こっち辛め亭のソースで、こっちの方辛め亭さんの、そうですか。こっちのソースなんで、俺はね。ありがとうございます。紙エプロンご利用は良かったですか？ご利用ください。卵か。でもウインナーレトルトとかも全然カリッとあります。親父とバイクで来るよ。いらっしゃいませ。美味しい。
畑のパスタはよく召し上がられる。あんかけが好きなんで、はい。あんかけ美味しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ソース増量。焼肉 L 入ります。お願いします。ナポリソース増量。ナポリお願いします。はい。ナポリソース増量です。M2 で。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。唐揚げトッピング。本番 M 目玉トッピング物産 S 入ります。はい、オムレツ唐揚げトッピングです。オムレツの唐揚げトッピングです。これがはい、もう。これオムレツ。お願いします。はい、チーズお願いね。火あります？火ください。火。L は。今ちょっと待って。はい、物産です。はい、これで。何？
ウインナー、ハム、ベーコン、あとマッシュですね。ちょっと焦げ目がついたら完成ですね。ミラネーゼの M サイズのお客様。袋ありますか？はい、オムレツ。はい。ありがとうございます。お待ちください。あ、そうだね。じゃあその取ったってでもね。うんうん。はい。はい、お願いします。お願いします。ペペロンわさびベースコロッケトッピングになります。うわ、美味しそう。失礼します。はい。お願いします。はい。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。皆さんの。はい。バイキング M 入ります。よく来られるんですか？初めてです。あ、そうなんですか。ずっと気になってて近くなんですけど、BS 見てそろそろ行かなきゃって思って。どうですか、初めてのお味は？よくあんかけ食べます？まあぼちぼち。あ、そうなんですね。割と辛めの方やとそれが好みですね。初めて来たお客さんっていうのは忖度ないですからね、素直な気持ちが、それが一番僕聞きたくて、どうしても中部圏内だと静岡ぐらいで止まっちゃうんですね、あんかけスプレー。どうしても全国区にはなれないっていう悩みがあるんですけど、地方になんとか出してメガネもいいかなと思って試行錯誤してるんですけど、僕も一つそれでお役に立てればと言いつつも、そういう気持ちでおって考えておるんですけど、意外と味好みっていうのは難しいですよ。はい。
せ。失礼します。ミラーカンナ。バイキングのお客様、もう少々お待ちください。順番。はい、失礼します。ミラ。はい、失礼します。ふわとろのサイズお待たせいたしました。ちょっと怪しいけど。目玉焼きをね。はい、ピザサラダです。ありがとうございます。お願いします。バイキングです。皆さん S2 で目玉。もうサラダ終わりですよ。これで。あ、向こうにある。冷蔵庫。はい、カルボナーラ。目玉トッピングです。中区に1個あるよね。同じカラメ亭がね、丸の内。あそこも昼休み何回か行って。仕事の日も行くし、お休みの日も行くんです。そうそうそう。このタレが好きで、一番いいのはこのソースだけど、あと種類がいっぱいあるんですよ。選ぶのに困るけど、来たら。おすすめのメニューとかあるんですか？やっぱり今のミラカンとか、そう流行りのやつ、まあああいうのが一番美味しい。ちょっとボリュームのあるね、カツが乗ったのとか、そういうのは食べたことないんで、これからだね、挑戦は。だから S 行ってる。失礼いたします。オムレツ S サイズのお客様。ありがとうございました。
牛さんのお好きなメニューって何ですか？僕はトマトとアスパラとチーズっていうのは意外と合ってるなと思う。酸味とチーズが結構合うんですよ。要はピザみたいな感じですよね。僕の口には合うもんで意外とそればっかですね。2040円だった。この時に温度を測ると85度か86度ぐらいですね。だんだん低くなってお客さんのところに出した時は65度とか70度ぐらいです。これ以上低いと食べても美味しくない。次は大田町です。ありがとうございます。お邪魔しております。1875円頂戴いたします。はい。駐車場ね、ごめんなさい。あ、車どうぞ。これ大丈夫。無料の方で止めます。あ、よかったです。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、やました。マイルドソース入ります。マイルドソース。はい。お子様用に作ったやつです。胡椒が入ってなくて食べやすいソース、刺激が苦手な方、胡椒とか苦手な方に提供している感じです。ソースのお鍋ください。はい。はい。カルボナーラチーズです。はい、お伺いします。今日から通われてるって先ほど。ここのマスターが前に言ってからね。何十年か。ここの食べたら他のあんかけ食べれん。あ、そうですか。はい、トマト。アスパラベーコンじゃない。こちらから100円引きさせていただきます。ありがとうございます。紙エプロンはご利用大丈夫ですか？大丈夫です。はい、面白い。
か普通のあんかけスパゲティ。そうだね。黒胡椒だしね。一番美味しいですよね。あんかけスパゲティ。負けてもう腹立ったらうまいもん食って帰ります。負けちゃった。せっかくあれだけど。ありがとうございます。一人1190円になります。1110円のお買い上げです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか？よく来られるんですか？月1ぐらい。月1ぐらい。そうなんですね。おすすめのメニューとかってあります？やっぱり僕は味方。ちゃんとラードで揚げたのが美味しい。でも何年も前から来られてるんですか？創業当時の昔の店の時から。あ、じゃあもう何十年っていうお付き合いですか？そうだね。癖になっちゃって。帰りで歩きながら食べてて、今食べてないけど、この気づきならちょっと良さそうかなとか、そういうことしちゃって。美味しいですか？超発売。うまいわ。ありがとうね。どうだったのこの？美味しかった。美味しいでしょ。ハンドで言えばハンバーグソース。ありがとうございます。皆さんです。お願いします。袋ありますので、よかったらご利用ください。ありがとうございます。ありがとうございます。カルボナーラへのサイズ。はい。いやかわいいです。お待たせいたしました。こちらバイキングの点滴打ちながら寝てる間。お願いします。いらっしゃいませ。2名様、2名席でお願いします。お願いします。はい、失礼します。どうも、Fサイズになります。飲まれるメニューとかってございますか？ふわとろですね。私はおすすめです。どのぐらい前から通われてるんですか？もう紹介されてから10年ぐらいですね。多分14、白川でした。ありがとうございます。8年前、9年前かかるになって、うちにそんな時に助けてくれた。他のパートさんを集めて、僕が入院してもいいように頑張ってくれて。店を守っててくれたおかげでね、入院できたの。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。2名様、そちらの2名席でお願いします。
あ、S で、はい、以上です。焼肉 M、豚バラトッピング、目玉トッピング、アスパラベーコン S 入ります。あと S。はい、アスパラベーコン S。失礼します。アスパラベーコン S サイズのお客様。いらっしゃいませ。はい、焼肉豚バラトッピング。はい。あ、ごめんなさい。いらっしゃいませ、何様。失礼します。焼肉 M サイズの豚バラと目玉焼きトッピングになります。じゃあ、失礼します。どうぞ。よく来られるんですか？いや、今日初めてです。どうですか、お味の方。めちゃめちゃ美味しいです。切り方 M 入ります。もう一回カルボでしょ。うん。はい、カルボと二つあります。ごめんね、ごめんね。よいしょ。カルボナーラで失礼します。カルボナーラです。とんかつです。はい。はい。LSM。はい。はい。マサルは持ってない。これ大体ね 100g 柔らかいですよ。まあ味にはこだわってます。ハンバーグでもそうですけど3種類の肉を使うんですよ。細切りのミンチと 2mm ぐらいのと、あと 6mm のミンチと、あと牛バラのスライスをカットしてそれをミックスして一応豆乳とかそういったものを入れてアレンジしてやるんですけど、意外とそれ美味しいんですよね。手間かかるんです。なんか一つでもそれでお客様がしていただけることがあればいいなと。とんかつ美味しいねとかね、ハンバーグ食べたいねって言って、そうした時に、まあ、ハンバーグの専門店とそれやっても、まあ、遜色ない味ぐらいまではしてあげてますので、まあ、それができるのはさっきの、プラスそちらのおかげですよね。
じゃあミラカンスパの M サイズ M サイズでお願いします。はい。これだろう。毎日が。ミラカンでございます。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。ミラカン S 目玉トッピング入ります。次。はい。これはミラカンか。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、しびれ。失礼します。はい。そういう。はい。はい。いいだろうな。オーブンで焼くとね、肉汁がジューって出るんだけど、この焼き方だと肉汁が出ないんですよ。手作りハンバーガー美味しいですよ。ラーメンマイルドソース、トマチ S、アスパラベーコン M に唐揚げトッピング入ります。はい、トマチで。入庫証明書みたいなの持ってきてもらって。はい。お待たせいたしました。はい。ありがとうございます。マグダもラード。これラードですか。
これ窓際の方に持ってってくれる？とんかつもダブルで、そうなんです。とんかつダブルで、卵もつづり状2個なんですけど、4つ使います。麺が600で、ソースが3倍なんです。総重量いくらぐらい？1キロですね、もう。めったにいないですね、ダブルは。たまに麺を400パー増量して、麺を1キロにしている方がいる。そういないんですけど。タレがあるんで、そこに。しびれと。ハーフ&ハーフみたいな感じ。卵入れたら多分。そこで皆さんがフードコーナーに行って、出ていくのは実際の人の当時は横にそうですよ。もう横に1人と仕掛けなんです。なぜかというと一体何の話なんですかこの話に。いやいや言ったらそれはあんかけを広めてることだったらいいけども。いや、どういうことですかって言うと、いやいや、実際のところはですね。で、実際のところは、僕はちょっと運動をかけて、今のこのお仕事されて本当に良かったって思うことってなんかありました？家族が好きで家族のために働こうと思ってやってきたわけですから、時は路頭に迷うような生活をしてきて家族に迷惑をかけてきたから、家族を幸せにするためにはどうしたらいいかということばっかりを考えてましたね。成功するとかどうのこうのというよりがむしゃらでしたね。がむしゃらだけどこのあんかけスパゲッティが好きだから広げたいなっていう気持ちだけで来ましたね。今まで僕それを支えてくれた家族には感謝でしかないですよね。とにかく信じてついてきてくれた家族に感謝ですよね。家族なんかあったら僕こんなことやってなかったかもしれない。これから挑戦してみたいこととかお店の目標とかってある？いやもう挑戦するにしてももう僕70ですからね。自分の思ったこととかそういったものをどんどんやっていって悔いを残さないようにやっていきたいなと思ってやってますね。これミラがね目玉のせ。
ストピューレを入れる前に野菜をひたすら煮込むんですよ。野菜煮込んで1日寝かして、で今日2日目の工程なんですけど、その中にペーストピューレ入れて、あとこの牛の粗挽き肉入れて、で今からオーブンで焼くんですよ。手がかかるんですよ。大変ですまあまあこれをじっくりやると、やっぱりその野菜のうまみ、野菜の甘さとかお肉のうまみがしっかり凝縮されるんで、この工程がすごく大事なんですよ。ちなみにそれで今何人前ぐらいあるんですか？これ300から400あるかな。簡単に言うとね、味噌汁なんだ。そうなんですね。じゃあ味噌を溶かすような形で。そう、これをさ、焼いてしっかり煮込んでたやつを僕らは味噌って呼ぶんだけど、あ、ちょっとごめんね。焼いて、でこれを伸ばして、で最後固めて作るんですよ。お湯の中に調味料入れて、この味噌入れて溶かしてこの作るソースなんで、イメージ的に味噌汁。この辺があるんですよ。34キロ。いや、半日だからランチだもん。ランチで、まあ、あと追加でボイルしながらやっていくんで、その時によって変わっちゃうかな。天候によって曜日によって、お客さんの入りが全然変わってくるんで、だからもうそれだけの量は朝一でボイルして、で昼から様子見ながら追加でボイルしていくんで。厳密に言うとね、僕は3代目になる。あんかけパスタと四川の歴史はうちが一番長いから、今年で62年かな、長いね。僕より年上だもん。
通しておきます。また冷蔵庫で置いといてオーダーが通ったらもう一回鉄板で仕上げる。通ってからこれやるとさ、すごい提供に時間かかるからさ、どうやって作るんですか？ピカタはね、店舗によってやり方が違うと思う。だから豚肉の黄金焼きだから、豚肉と卵さえ使っとけば、まあ、ピカタになっちゃう。そう、見た目が味噌でしょ。だしの素入れて、でその後に味噌入れるじゃないですか。似てない？似てます。勤務されて長いんですか？もうここは1年です。あ、そうなんですか。一番まだ若いんです。まだまだ出てる。一番若いのは店長です。そうなんです。新規なんで。かもしれん。これは見ての通りハンバーグです。基本的には全て手作りなんですか？いや、全てにはない。ただやっぱりうちがどうしてもこだわってる部分は全部店内仕込みにしてるんで、全部手作りでやっとったらもう倒れちゃう。で今冷凍も美味しいじゃないですか。だからその冷凍の中でもいろいろと商品試して、どれがいいかっていうのはみんなで話し合いながら決めてますね。
当に縁の下の力持ち、そうそうそう、そういう人、うちの父親から知ってる人。そうなんですね。ただまあじじいだでさ、ちょっと頑固さはあるもんね。カレーちょっとかけますかって。さあ、今日フライパン焼き入れてほしい。ちょっと2つとも昨日当たっとったね。可愛いでしょ。可愛いけど意外と戦闘力高いんですよこれ。最近導入されたんですか？そう、まだね導入してから半年ぐらいかな。この外で販売することも考えてたんですよ。キッチンカーでやるときにフレッシュのソースを持ってってそのままその場でかけて提供するのってすごく時間のロスだし、どうしてもその手数が増えてしまうんですよ。だから冷凍のソースだったら中で湯煎をかけておいて、お客様にパスタを詰めた上に冷凍ソース、その湯煎かけたやつを渡すとお客様もその場でも食べれるし持って帰っても食べれるんですよ。そういう利点があるので、もう冷凍ソースを作ってます。湯むきしたやつをクラシックソースというのがあるんですよ。創業時の味を復刻させたソースなんですよ。うちがちょうど50周年の時に何かイベントやろうと思って、でもなかなかいいのがなくて、でその時にそのレシピノートを見た時に、創業の時と今僕が作っているソースだと随分違うなと思って、でちょっと一回作ってみようと思って作ったらだいぶ変わってたんで、まあ面白いなと思って1ヶ月限定でやろうとしたら、それにお客さん根付いちゃう。やめるって言ったらお客さんに本気で怒られて、俺だからもう今ソースが2本立てです。ちょっとね飲んでもらうとね、なんとなく分かると思う。いっぺん飲んでみて。酸味とあとちょっとスパイシーさが強いでしょ。だから昔の方がそういう方向性だったんだなと。これででんぷんを入れて絡めて。僕なんかまだまだこんな2軍ですよ。うちにはまだ1軍おるもんな。この辺にトマト売ってるの？トマトですよ。じゃあ開けますよ。はい、どうぞ。
ない。オムスパです。オム一丁。ボールはだんだんトッピングかな。スパです。はい。オム。そんな。うち来たことありますか？ないですか？ありますよ。ください。ゴールとオムスパです。はい。あとピカタください。これはランチ目玉か。あ、これランチ目玉。岩にご飯。ソールキャベツ。ソールキャベツ。ミラカン卵。1本ずつね。はい。はいよ。これ。お次あり、はい、これオムね。はい、ほうれん草ちょうだい。目玉ちょうだい。1.5だ。1.5。
かに取るだけ。ソーレさんのいいところってあります？夜メニューもいろいろあるんで、夜飲みに来てちょっとまたこれと違うの食べるのが楽しいです。ボール2の目の前ある。ミラカンガッツトッピングです。いつもお客さんこんな感じですか？いつもですか？今日はこんな感じですか？いつも。全然します。全然しますって。僕の口から言うと嘘っぽくなっちゃうでしょ。金の葉がね、出てる。弁当2人持っといて。これカラー寄せ一半の方ね。じゃあはい。これミラがね、目玉のせ、ミラ目だ。
目玉ください。ウインナーです。はい、じゃあもう一丁。日替わりスープミラカンワンです。はい、日替わりスープミラカンワン、スパイラップ。安田さん、これ寄せってさ。ごめんね。お客さんに言われたらごめんなさい。今日こういうやつ。ミラカンですね。ミラカン。定番ソース。ミラカンを。一案と普通の後一味と普通。キャベツ。あんたけしかもお店でキャベツのってるとこっておそらくないと思う。おそらくない。はい、バイキング。白身後でいきます。はい。どれぐらい出来上がり。ちょっと待って。
2020年にそうだった。はい、よろしく。お待たせいたしました。ザーマンレギュラーにお生トッピングです。ラードとサラダ油と混ぜてある。これ今ソース作ってる。それの1日目、2日3日かけて作るんだけど、1日目野菜ペースト1日寝かせて、次の日にペーストピューレ、あとひき肉入れて6時間から8時間煮込む。で完成したのがこれ。ここは移転してきて7年目ぐらいだけど、もうちょっと向こうの方に店舗があったんだけど、マンション壊すからって立ち退きがあって、はい、でいい場所をたまたま見つけれて、こっちで7年から。前はどのぐらいやってたんですか？そこに書いてある。だから幸せ、神様が背中を押してくれたという解釈。立ち退きになって売り上げが落ちちゃったって言ったらもうどうしようもないけど、おかげさまで売り上げも上がってるし、お客さんいっぱい来てくれるし、ここは。
あんかけパスタのあん。俺的には麺を1日寝かしたら美味しいと思う。だからなるべくいっぱい冷蔵庫にストックして。こだわりは何ですかってたまに聞かれるんだけど、自分で作ることだったらこれぐらいが限界じゃん。一人で作る分には自分しかソースを作らない、自分しか麺を茹でない、それが一番のこだわり。
300万どうしても借りたかったもんでさ、運転資金がないじゃん、そこついて。それだけやめようと思ったことやら、やればやるほど赤字だしさ、どうしようと思ったけど、その当時25年以上前の話だけど、ホームページは画期的だったんだよね。ホームページやらんかって言われて、お金なかったけどホームページのお金なんとかして作ったんだわね。でそれでたまたま晴れ時々晴れっていう CBC テレビの人から取材が来て、で出川さんが食べに来てくれて「これがあんかけスパですか?」って言ってテレビ放映されて、そしたらもう電話が鳴りっぱなしでさ、すごい反響だなと思ってさ、それも最初の1ヶ月はすごかったけど、そのうち消えてくわね。でもそこから徐々に火がついてって、本当にやめようとどんだけ思ったことが、でも続けることが一番大事じゃん。自営業って絶対そうだと思うんだね。分からんけど2月で60になるので、まあそこまで頑張ろうかなって。その後営業時間短くするか週休2日にするか分からんけど。1時半ぐらいになったらやる。混ぜる、最後の肉入れて、それまでの下準備。これガーリックパウダー。
カレモン、レモンスカッシュとかの元みたいな。
スタミナで取れるよ、スタミナで。レギュラー。すみません。なんかな。スタミナ。はい。いかがなさいますか。普通で。はい。きのここちらも普通のサイズでいいですか。お待たせいたしました。お待たせしました。スタミナです。なんでそこで貸してくれる。ありがとうございます。お疲れ様でした。最初から私入って。はい、お願いいたします。よく来られるんですか。たまに来るよ。住むとこだから。美味しいよ。みんな美味しい。なんかおすすめとかあるんですか。よく頼まれるもの。こればっかり。これが多いな。お
いたしました。ジャーマンレギュラーにお生トッピングです。ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。後で入れてください。お待たせいたしました。ジャーマンのレギュラーとラージ、ミラー肉のレギュラーです。ありがとうございました。はい。お待たせいたしました。ジャーマンレギュラーのお待たせいたしました。はい、失礼します。本店がラージサイズです。ダニーズです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お願いします。ジャーマンラージです。お願いします。よく来られるんですか？いや、今回ここは初めてです。あんかけ大好きで、今日仕事近くだったんで、本当はラーション行くんやったんですけど、つけたもんで U ターンしてここ来ました。そうだったんですね。はい。どうですか？美味しいに決まってますね。お願いします。ゴールデンスモールバイキングです。お願いします。ジャーマンスモールと瓶ビールです。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。
ジャンボですって聞こえた。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ハンバーグのレギュラーが2つ、カニクロレギュラーの山焼き肉が1つ。カウンターどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。いらねえ。
お待たせいたしました。お願いします。いらっしゃいませ。はい。エビマヨのラーメン。エビマヨのラーメン。こちらでよろしいですか？
円、ジャーマン2オールスモール。ポケットに入れてた。何円ぐらい使ってるんですか？お待たせしました。エビ玉です。お待たせしました。エビ玉ですね。ゆっくりどうぞ。週に1回ぐらいはいろいろ何頼んでも美味しいです。ソースが美味しいです。記憶で入れたりもしかしたら100
あんかけパスタ屋もいっぱいあるけど、わざわざうちを選んで来てくれて、お金を払ってごちそうさまって言ってもらって帰ってもらうやりがいじゃない。これは玉ねぎ、じゃがいも、人参、牛肉、トマト系のペーストとかピューレとかですね。どのぐらい煮込むんですか？70時間ですね。約5日ぐらいですね。もうずっと煮込み続けるんですか？そうです。朝8時から11時ぐらいまでですよね。日々の営業で心がけられていることってありますか？一品一品を丁寧に提供するのを心がけていますね。これとろみつけです。そんなとろみが強くないので。あんかけパスタのお店を出すきっかけっていうのは何だったんですか？きっかけは、初代のイタリアンのソースを僕は引き継ぎたいなという思いで、いろんな人にもっと食べてもらいたいなという。カニエの方で4年ぐらいやって立ち退きになっちゃったもんで探してって初代がすぐそこの畑岡団地のブロンコビルの裏ですね。それで30年ぐらいやってて、で僕はカニエの方でスパローという屋号でやってたんですよ。イタリアンの近くに店開いたから帰ってきたをつけてイタリアンっていう屋号だ初代はね。初代の方はもうお店辞められて引退して20年ぐらいですかね。このお店は移転されてどのぐらい経つんですか？5年ですね。厨房って大体これ何坪ぐらいのスペースなんですか？3畳ぐらいか。3.5 ぐらいですかね。通路がすごい細いですね。狭いですよね。これ1人しか。住まいは今2階でお一人で住まわれてるんですか？日曜日の夜が休みなので夜帰って月曜日夜戻ってくる。じゃあ別で住居があるんですね。そうですね。始発から来て終電になっちゃうもんで泊まれる環境になってるもんで。ご家族がいらっしゃるんですか？いますよ。イタリアンです。おはようございます。ももを2キロとロースを2キロとウインナーも2キロで牛ミンチを500です。ロース1時すいません。お願いします。少しでも早く提供できるように。なるほど。一人分にじゃあ分けて。そうです。ワンオペのでもあんかけスパのお店ってやっぱ珍しいんですよ。なんとか一人でやれるぐらいの
まあ、今のお客さんの数ですね。ああ。今後お店大きくしようとかってあんまりないんですか？とりあえずこの店を軌道に乗せないと夢はありますよ。後々移転しどっかもっと大きいところに行く可能性も。ああ、もうそうですね。上信の方に店舗が開くっていう。もうちょっと広めの。全然広いですね。駅から本当数秒で行ける。へえ。上信駅から。いいですね。ただ駐車場がないですよね。あんかけ専門店ですよ、初代。全く同じですよ。初代はなんかどこかでもともと指導されてた。もともとはソーレですね。あ、そうなんですね。ソーレの割と初代メンバーというか。本当ソーレの今は3代目かな。初代っていうかもう全然経営者が違うんですよね。もともと肉屋さんだった。肉屋、そうです。そうですよね。その時にいた。なんか麺を茹でる際に気を使っていることとかってあるんですか？茹で後の水の締め具合ですかね。店によっていろいろとやり方があると思うんですけど、うちは水あんまり締めない、ぬるい状態で終える感じ。うちは決して細くはないですよ。表示 2.2 ミリ。もう昔から 2.2 なんですか？そうです。こう強烈に締めるわけじゃないので、そうですね。食感としては柔らかめになるんです。そうですね。ちょうどいい感じになる。これラードですか？ラードです。ラードにもこだわって、純正ラード、調整ラードっていうのもあるんですよ。純正ラード。ラードは高くなってないですか？なってます。あんかけパスタ屋さんとしては打撃大きいですね。そうです。麺も高くなってるし、ここを使う食材すべてが、まあどこでもそうですけどね。テーブルカウンターのとしたチラシで見たんですけど、お米が無料でなくなっているとか。今のところ中止してますね。ランチでサラダとライスをサービスしとったんです。まあ今はそうですね、とても。じゃあお米の価格がまあ戻ってくればまた再開する可能性がある感じですか？まあ可能性はそうですね。ライスと合うって言われるお客さんが結構多いんです。ワンプレートだもんね。やっぱ割高ですか？そうですね、少し高いですね。自分も毎日食べてるもんで、自分の健康にもある。もうすぐ還暦です。そうなんですか？全然なんか見えないですね。髪も黒々としてますけど。白髪結構ありますか？今までの最高来店数とかってどのぐらいなんですか？50人ぐらいですかね。もうちょうどもう本当にそれがもう限界ぐらいの人数ですね。もうそれ以上だったら本当にもうむちゃくちゃになるような。やっぱり昼の方が多いですか？もう全然昼のが場所的にもあるかもわかんないですけど、初代の時でも昼はすごかったけど、あんかけ使う時は夜はあんまり食べに来ないかもわかんないですね。客層としてはどういうお客さん来られるんですか？年配のサラリーマンの方が多いですね。若い子はあんまり来ないです。若い子は増えるって。
脱サラなのですごく反対された。前からいい職人やりたかったので。先代のところに修行に入ったのは。修行ではない。ソースのレシピを正式には買ったんですけど、教えてもらって。大将が辞めた時に、ちょっとこのソースをもっと知られたいなと思って、みんないろんな人に。もったいないなと思った。料理人としての経験自体はどのぐらいなんですか？自分店始める前に2カ所ぐらいあんかけスパゲッティのお店アルバイト行きました。お待たせ。お待たせ。買い物に行きます。しょっちゅう来る。昨日も来た。ああ、そうなんですか。月に5回、5、6回かな。イタリアンさんの魅力って何ですか？やっぱソースがやっぱ他と違うでね、ちょっと苦味があると他とは全然違うよね。あまりこれ、お伺いしますね。こちらからお伺いしますね。インキパスタミラネーズのはい、400で。400。はい。ただいま満席で、すみません。
表面をパリッとさせて中をもちっとさせる感じやった方が僕は好きですね。多分僕あんま見たことがないなと思って。あんまりないですね。はい。スペシャルの600一つと、スペシャルの200一つ。スペシャル生卵ですがよろしかったですね。少しお時間いただきます。すみません。すいません、大変お待たせ。1700円でございますね。まあでもとにかくそう2個買えばいいってだけなんですよ。1700円でございます。お二つですね。はい。はい。これなんですか。株。ありがとうございました。お願いします。400ですね。はい、ありがとうございます。すみません、大変お待たせいたしました。
麺量例えば 600g にするとした場合、ソースとかの重さも合わせると大体どのぐらいのグラム数になりそうですか？1キロぐらいいくんじゃないですかね。たまにすごい注文する人いますよね。すみません、ただいま満席です。すみません。ワンオペでお店をやる道を選ばれたのはなぜですか？まあお店も狭いし、ワンオペで今十分回れるので大変だなって感じる時ってありますか？ワンオペで。まあそれはお客さんがいっぱい見えた時全てやらなきゃ、お会計から案内からそれが大変ですね。すみません、大変お待たせしました。すみません。チーズですね。何注文されますか？ピカタっていう料理で、600g。いつも600ですか？いつも600です。はい。あんかけパスタ好きで食べに行くんですけど、なんかよく辛いっていうイメージがあったりとかするんですけど、ここ全くなくて、子供さんとかちっちゃい子でも全然食べれる。全然それぐらいマイルドな味になってるので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。またお願いします。結構開店間際からお客さん来られましたね。そうですね。その日によって全然違うんで。ありがとうございます。350いってみよう。多分ね、皆さん400とか500ぐらい。すごいですね。すいません。はい、お返し。ピカタの350。350。私ピカタの400で。350と400ですね。はい。ありがとうございます。いや、まだ決まってない。俺スケジュール昨日入れてたら、母さんがちょっと別日でって言われて。先代の時代から通われてる方もいるんですか？結構多いので。
番人気ですか？そうですね。ピカタミラゲンとピカタ。はい。たまたまじゃない。たまたまじゃない。僕が回し受けする。大丈夫か。島に帰るの。はい、ごめんなさい。はい、すみません。すみません。忙しい時もコンロ一つ余分に使っちゃうし、一応メニューには書いてあるんですね。混雑時は鉄板をここでしますので。はい、すみません。お待たせいたしました。ナプキンとか。あ、そうです。あっち全部セルフです。はい。豚肉の部位ってどこなんですか？ももです。ももはあんまり少ないですね、使ってるところ。先代からもうずっともも使われてたので。はい、900円でますね。メニューだ、メニュー。いや、そう。早いかもしれない。割とひっきりなしにお客さん来てましたね。はい、今日多い方ですね。まだまだ繁盛店がないので、日によって全然違うんですよ。これ蒸してパスタに入れて食べるんですよ。蒸し焼きにして。味付けはあんかけですか？あ、そうです。結構健康オタクなんです。あ、そうなんですか。蒸すのが一番健康を失われます。もう
材をこうさっき息子の見た目は悪いけども彩りが栄養重視ですね。食べには昼はあんまり行かないですね。大体8時半から働き始めて終わるの12時半とかなんですか？そうです。なんだかんだなんか掃除かかるんですよね、時間が。掃除とか明日の野菜切ったり。一番大変だった出来事とかってありますか？コロナですかね。給付金は出たけど、もうお客さんやっぱり減りましたもんね。1年ぐらい経ってからコロナが。その間はもう休業中？いや、休業ではないです。昼はやってもよかったですね。何時まで、8時ぐらいまでは。夜がダメだったんですね。アルコール出してダメだとか。ソースなんてブレたりするんですか？結構ちょっと変わりますね。少し。そうなんですね。微妙に。その時取れる野菜とか、まあそういうのもあるし、ソース作るじゃないですか。はい。味見する時、あ、今日はなんかすごい美味しいなっていう感じですね。ブレがないように調整するのも結構難しかったです。ブレはブレでもまあそれはそれでいいんですよね。お客さんも今日はなんか美味しかったなとかそういうのは。ソース作りの工程とかどういったものが入ってるのかって野菜は玉ねぎ、人参、じゃがいもですかね。であとトマトのペースト、ピューレ、缶、牛肉。大体1回のソースは何日ぐらい持つんですか2、3週間くらいですね。ああ、そうなんですね。じゃあ2週間とかに1回作ってる感じなんですか？ここ最近はもう本当に毎週売ってます、ね。お、そうなんですね。イタリアンさんだけのこだわりってなんか上質な素材を使うことですかね。野菜とか。そうですね。肉も。あんかけパスタのですね、味作りで一番大切にされていることってありますか？レシピ忠実に守ることですかね。どのぐらいの時間かけて作る？5日間で70時間ぐらい。イタリアンさんのそのあんかけパスタのソースは他のお店と比べて焼く時間が長いってことですね。コクが出るんですかね。あと、ビター。そうです。今のやつが完成し3分の1になったやつが今ですね。昔ながらのやり方をイタリアンさんはやってるっていうことですね。いや、寝る前はもう11時で消しますよ。ああ、そういうことですね。じゃあ営業中は2時間ごとにかき混ぜて、営業中とかまあ忙しいとちょっと混ぜれないときはもう切っちゃうんですよね。ああ。もう混ぜる動作さえもなんかできないですもん、忙しいと。こんな感じなんですけど。
これが完成なんです。味噌みたいなもんですね。そうですね。だいぶ野菜の水分が出てきますよ、これ。この状態でどのぐらい火にかけるんですか？もうそろそろ終わりですね。水分が飛んだらオーブンに入れるんですか？動物が水分がこの増えてきたらまた水を足すんですよ。で牛肉入れてオーブンとか入れる。でちょっと減ったら今度トマトピューレを入れて、また減ったらこのペーストを入れるんです。昔はもう1000円ぐらいで買えたけど今3000円近く3倍ですね。嫌になっちゃう。ずっと忙しい状態で値上げラッシュの中で上げましたよ。去年かな。50円ですけどね。それよりまた上がってますもんね。そうですね。ソースに入れる。これに入れるんですよ。これなんか炭酸って煮込み料理にいいらしいんですよ。美味しくなるみたいな。下準備だけで3時間ぐらいかかりそうですね。そうぐらいかかっちゃうんですね。全部合わせるから。イタリアンの、たまたまこの近くに見つけたもんで、イタリアンの変えてきたイタリアンってつけたんですよ。スタロー時代のお客さんとか来られたりしますか？いや、逆にあんまり来ないですね。そうなんですね。味は変わらないですよね。一緒です。そうですよね。カニ入りやってた時は逆にイタリアンのお客さんがよく来てくれましたね。復活したっていうことで。もうその当時はなかったんですね。もうなかったです。お客さんの住所みたいなノートもらったんですよ。何百人って店出しますみたいな。先代は時々食べに来たりしますか？たまに来ますよ。娘さんがすぐ近くに住んでるんですよ。先代からしたら嬉しいですね。味を引き継いでもらって。娘さんもこの前来てくれて、はい、喜んでましたとか。たまにソースだけちょうだいに来ますよ。あ、そうなんですか。娘さんが。先代は高山なんです。もともと自宅は高山で、中村関石園って石屋さんやってる。そこを継がな感じになっちゃって、もう店を閉めたみたいな。まだまだ全然やる気でいたらしいです。椅子のシート張り替えたりして、戻らなくなっちゃったもんで、やめちゃった。閉めたみたいです。将来的にお店ってどうしていきたいって考えてらっしゃるんですか？将来っていうよりも今は本当に一生懸命やるしかないですね。その後ですね。将来のこと。
ドレッシングも手作りなんですよ。そうなんですか。僕こう飲食店向いてるんですかって聞きに行ったことあるんですよ。向いてるとかじゃなくて、あんたサラリーマンが向いてないって言われた。まあ僕はもうあれ向いてないような気がするんですよ。サラリーマンがですか。はい、っていう占い師さんにも言われたことある。なんかやりがいとかってどこにあるんですか。やりがいはやっぱり自分でいろんなこと決めれるってことですかね。あとお客さんがまあ美味しい美味しいって言ってくれるのも嬉しいですね。なんかいつまでお店やりたいなとかって考えたりしてるんですか。まあいつも体が続く限りですね。でも分からないですね。年取ると急にガタが来るので。それよりもなんか頭の声が大丈夫かなと思って。物忘れとか最近ひどくなってきた。あれさせチキンピタ。あ、しまった。チキンが出てた。あ、チキン。申し訳ないです。じゃあ、ボンゴレです。はい、ありがとうございます。はい、そうです。はい、どうぞ。すみません、お待たせいたしました。粉チーズ。粉チーズ。はい。はいよ。はい、すみません。これでいただきます。ありがとうございました。はい、すみません。お願いします。ボンゴレとトロタマチーズミラネーシの両方とも200gで。200ですね。
はい、どうぞね、ありがとう。中国、高知、広めいい。ごちそうさまでした。いらっしゃいませ。じゃあ、お父さん、の時は5年前。倒れた時。俺もう3年ぐらいだと思う。お客さんにかけられた言葉とかって思い出深いのあります？継続は運って言われましたね。だから続けてよってお客さんには言われましたね。それ響きましたね。その頃はもう本当にこのままやってていいのかなという思いもあったので。店を閉めることも考えて閉めるというと閉めるとを考えたというよりこのまま、続けれるかなという売上的ですね。Masama atas namin Napoliですね。はい、すいませんですか。はい、ありがとうございました。600。焼き方のせい。はい。あとカニクリームコロッケ。コロッケですね。はい。鉄板ナポリタンっていいね。ちょっと時間かかっちゃうんですけど、いいですか。はい。はい、ありがとうございます。
します。お待たせいたしました。お仕事帰りですか？そうですそうです。もう昔から慣れ親しんだ味なんですけど、やっぱり食べるとガツンとくるコクがすごくハマってますね。今日は何を頼まれたんですか？いつもそうなんですけど、イタリアンの600、一番多いやつですねのソース多めでピカタのせ。今日はカニクリームコロッケを乗せてみました。とんかつは2度揚げするんですか？2度揚げです。とんかつも定時間ですけど。とんかつの部位って何になるんですか？ロースです。ロースですか？明日の分ですか？そうですね。明日チキンがさっきなかったので。あ、そうです。忘れとったんですよ。なんか食べたくなるんですね。仕事終えてから食後とか。掃除大体どのぐらいの時間かけていつもやられるんですか？もう終わるのが結局12時半ぐらいですね。毎日3時間ぐらい。食事もするもんね。じゃあ営業後はちゃんと掃除されてる？そうですね。特に油使ってるもんで毎日拭かないともう床がぬるぬるになるじゃないですか。ぬるぬるならお客さんも嫌がるじゃないですか。もともと綺麗好きなんですか？いや、そんなに綺麗好きじゃないですよ。家はそんなに普通です。お客さんのためにお店を綺麗にしたもんです。まあそうですね、やっぱり。
いつも朝何時に仕事されて何時ぐらいまでされるんですか？8時に起きて12時1時ぐらいですかね、とこに着くのがほぼ毎日そうですね。遊びに行く時間とかも全くないです？全然ない全くないですね。これを毎日なんかご家族に対する言葉とか、奥さんに感謝ですね。結構なんか反対もされてたんでしょうか、最初？そうですね、最初は未だに認めてないかもわかんない。もうあとはもうお昼と同じような感じで野菜切るだけですので。わかりました。